全国一位の高3生が教師の罠で加害者になった。おめでとうユキ。君は本当に特別だ。また始まるこの演技。特別な君だからこそこれからも頑張ってもらいたい。翌朝、教室に異変が起きていた。千春の机に成績優秀者表彰の賞状が置かれている。だが千春の実際の成績はユキよりはるか下だったはず。千春が優秀者？千春、これどうしたの？水野先生が推薦してくれたって。ユキは机に帰りノートを開く。そこに千春の成績推移が手書きで記録されている。水野先生が千春の様子を教えてほしいと言われるたび、ユキは無意識に記録していたのだ。気づき始める。自分は監視する役割を与えられていたのではないか。いつ私こんなことを。あの時水野先生は何度も私に言ってた。千春のことが心配で成績が下がってる。何か知ってることはないか。それは心配じゃなく監視しろという指示だったのか。気づかなかった。私はずっと。千春が心配でね。君何か気づいたことは？監視じゃなく支配だったんだ。千春を直接確認しなきゃ。屋上にいるはずだ。急がないと。千春、何があったの？水野先生が成績改ざんしてた。赤点を優秀に。だけど誰かが言わないとまた同じことが。誰にも言わないで。先生に見つかったらもっと。翌日、ユキは誰かが言わないという正義感と千春を守らなきゃという思いで校長室に向かった。だがその決断こそが水野の最も効果的な罠だったのだ。校長先生、成績不正操作について報告があります。これが正義。千春を守るために。校長先生、成績不正操作について報告があります。これは深刻だ。確認が必要だ。水野に連絡するか。1週間後、学校に調査委員会が正式に設置された。ユキは自分が正義を実行したと思い込んでいた。だがその同じ日。嘘だ。そんな。千春は被害者なのに。数日後、千春の座席が空になっていた。退学したと聞かされた。報道で加害者として特定された彼女はこの学校にいられなくなったのだ。ユキが正義のために提出したノートが全てを壊した。千春退学しちゃったんだって。数日後、千春の座席は空になっていた。退学したと聞かされた。報道で加害者として特定された彼女はこの学校にいられなくなったのだ。ユキが正義のために提出したノートが全てを壊した。そして気づく。最初から水野はこうなることを計算していたのだ。告発なんかするべきじゃなかった。千春は被害者だったのに私が追い込んだ。教師の罠に引っかかって。ユキ、よくやったね。君の告発がなければ真実は明らかにならなかった。千春みたいな人間はどうせ大学も行けない。君が彼女の人生を整理してあげたんだ。これが教育だ。君のおかげでシステムは完璧に機能した。ユキは何も言えなかった。教師は来週も特別指導を続けようかと言い残し去った。ユキは廊下に一人取り残された。自分の正義も反抗も全てが支配のシステムの一部だったのだ。来週も放課後特別指導を続けようか。君はまだ伸びしろがある。数日後、ユキは放課後教室に一人で座っている。スマートフォンには新たに転入する女性と鈴木美香というクラスメートの案内が表示されている。ユキの心臓が跳ねる。警告を伝えるべきか。でも言ったところで誰が信じるだろう。また始まる。また同じことが。数日後、新しい転入生美香がユキの隣の座席に座った。水野教師は早速君は特別だと言い始めた。ユキはまた始まると知っている。自分の正義も反抗も逃げ場があるもない永遠に続く舞台の中で。美香、君は他の生徒と違う。特別な指導が必要だ。面白かったらチャンネル登録お願いします。